菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。こちら何だと思います？そう、ルーフキャリアです。はい、ワーゲンバスといえば可愛いルーフキャリアついてる車結構ありますよね。今後のことも考えたり、デザインのことなんかも考えると、ルーフキャリアあってもいいかなって思って、ちょっとつけてみようと思います。ワーゲンバス用のルーフキャリアって結構売ってるんだけど、この後ろだけのやつとか、後ろから前に行くやつとか種類があるんだけど、やっぱ結構いい値段するのね。物も良くて可愛いやつが多いんだけど、それでも結構値段がするので、いろいろね、こう調べてみました。で、この雨どいがついてるタイプだから、ここに乗るやつであれば、多分メーカー問わず汎用品で合うんじゃないかと。で、今回買ったものがこちらです。いくら1万7、8000円ぐらい。だから、ワーゲンバス用のモデルに比べると、10分の1ぐらいだよね。値段はね。で、一応国産品かな。ここのタフレック成功工業株式会社東京江戸川区ですね。汎用品でハイエース用を買ってみました。これで合うんじゃないかな。これ足だね。ちょっと組み立ててまず合うかどうかやってみようか。そう、8本足モデルです。8本足ね。運動会にテント立てるやつ。ちょっと緩めます。よいしょ。前後が足があるとこがこのネジがあるパイプなんだね。これがこう入ってこう入るみたいで、このネジで留めるんだね。わからないからね。よいしょ。やるとコンクリートの上でやると傷つくんで、本当はこういうところの上でやった方がいいですね。多分中古新規を取るとき、中古新規っていうのはナンバーが切れている、今ナンバーがない中古車をナンバーを取得する作業ね、中古新規っていうんだけど、それをするときは多分このキャリアはつけない方がいいんじゃないかな。ネットの情報だけど、これつけちゃうと、その車検はもちろん通る大丈夫なものなんだけど、中古新規の時にこれをつけて中古新規を登録すると、これ含みでの車の高さが車検証に記載されてしまうと思うんですよ。で、この車ね、5ナンバーなんだけど、これで多分ルーフキャリアつけると3ナンバーになっちゃうんだよ。といろいろめんどくさくはないんだけど、3ナンバーになっちゃうので、5ナンバーの方がいいよね。キャリアを乗せることによってソーラーパネルとかが乗せられると思うんですよ。ソーラーパネルが乗せられればバッテリーが乗せられるってこと。ソーラーパネルなくてもバッテリーが乗せられるんだけど、バッテリーが乗せられるということ、サブバッテリーが乗せられるってことね。サブバッテリーが乗せられるということは、
電動エアコンもいけるかな。ちょっと考えてるのが、吊り下げ式エアコンってあるんだよね。よくね、これ、まあ、ここにさ、エアコンついてる車で、やっぱり運転する都合上、やっぱここにエアコンをつけるんなら欲しいよね。ただこれだと車内が涼しくはなんないから、後ろにもつけてダブルエアコンにできたら、車中泊も最高だよねって考えてる。うん。同じ1系統で2個のエアコンを回せるようにしたら面白いかなって考えてる。考えてるんだね。まあ、もたもたしてるうちにエアコンね、今年もうエアコンがいらなくて、ヒーターをつけなきゃいけない時期に来てしまうような気もする。はい、よし、組み立てられました。じゃあ車に乗せてみよう。で、この位置を合わせます。足の位置をね。よし、どう？いいよね。驚くほどぴったりだよね。驚くほどぴったりね。で、これどうやって固定するのかって言うんだけど、ここにこういう金具があるので、こういう風に挟みつけます。こんな感じで挟みつけて、ここをね、グイッと固定します。で、ここ超ネジなのは、手で取れることが前提で、これはオプションっていう扱いになります。オプションっていうか、指定部品っていう、要は取り外しするのに、取り外しできるから、車の一部とは認めませんと。車の、この、なんていうの、大きさとか、そういうのの中には含めませんということになっています。ちょっと右？でもプレスラインがあるから、プレスラインに大体合ってるから大丈夫だね。一番後ろがちょっと、まあいいか。屋根を白く塗るんじゃなくて、キャリアを白く塗ったらどうなるのかなと思ってます。なので、キャリアを白く塗りたい。したらね、はい、今回ね、これ、亜鉛メッキされてるんですよ。溶接とかするときは削ってんですけど、今回削れないので、このマルチ密着プライマー、なんか昨日前回も似たようなものを使いましたけど、今回もマルチ密着プライマーなるものを吹いていこうと思います。どこまで吹いたか分かんなくなるな。この柱をまとめた状態で塗ってしまってから組み立てればベストなんだと思うんだけど、このね、調整をした後にやっぱり塗らないと、後からずらした時にそこまた塗り直さなきゃいけないから二度手間なんだよね。どっちを何をもって二度手間というかっていうところは謎だけど。はい、プライマーを塗りました。で、3時間乾くのにかかるやつっぽいので、ちょっと朝まで置いて明日塗りましょう。こっちの金具類もね、プライマー塗ったので、明日綺麗に白く塗って車に積みたいと思います。はい、暗くなりました。台風一過のね、台風一過、一過なのかな。まだ多分ね、さっきあそこら辺で多分ここあっちの方向にいると思う。まだ抜けてはいないんだけど、もうね、雨は降らないらしいので、今夜はちょっとこのまま、風ももう出ないみたいなので、このまま置いときたいと思います。はい、おはようございます。夏の空です。はい。じゃあ、塗っていきたいと思います。いつものイオンで買ってきた、このバンパーとかホイールとかと同じ、塗料ですね。これで塗ってつければ統一感が上がっておしゃれになるんじゃないかなと思っています。うわー、色が乗っているのか乗っていないのか分かりづらいな。どっから塗っていけば塗りやすいんだろうな。
なんかこう立てた方が塗りやすい。よし、積むか。これね、手で止めるから OK なんですよ。ここの雨どいにこのフックを引っ掛けて、よいしょっと OK。 はい、つきました。ちょっと浮いてるように見えるんだけど、奥に溝があってそこにしっかりかかってるので大丈夫です。丸っこい屋根も魅力的だけど、こうキャリアがつくのもいいよね。でキャリアがついたことでできることって増えてくると思うんだ。例えば今後想定しているエアコンとか電装品を装着した場合のソーラーパネルね。あとはキャンバケとかになるとやっぱ荷物も重くなってくるから、中をキャンピングカーとして使うんだったらやっぱ荷物は上に積めた方がいいよねっていうのありますよね。バンコンとかハイエースで車中泊してる人だと分かるんだけどと思うんだけど、やっぱりこのベッド展開するのに荷物を一旦どけないといけないっていうのは結構大変で、いつもそばになければいけないもの以外は上にボックス積んでそこに入れてもいいかなっていうのもあるかと思います。屋根白く塗ろうかと思ってたけど、屋根を白く塗らないで白いキャリアをつけるっていうのでやってみました。ハイエース用なんだけど、結構ぴったりだったね。はい、というわけで今回はね車検の時は外さなきゃいけない、もしくはこのままで取ると3ナンバーになっちゃうんだよね。ちょっとそこら辺どうするかっていうのは今後考えていきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。